テレビ局って霊が集まりやすいとよく言いますよね。で、うっと思うとカメラがここにあったりしてカメラにも集まりやすいんですよね。カメラってテレビカメラですか？はいはい。あ、そうなんですか。はい、すごく集まるんですね。芸能界っていうのは、やっぱりこう競争の社会であったり、レギュラーで一人病気になると誰かがそこに入れるっていう世界じゃないですか。はい、だから戦いの世界であったり羨ましいとか妬みとかいろんなことのある世界なんで、憧れとかね。そうなんですよね。はい、でそれで芸能界で私がテレビで共演させていただいたりとか、そういう時にあっというついてるものを見てしまってということがあるんですね。結構じゃあもう芸能人とか、はい、ね、共演して普通に時にあやばいやばいみたいな、この人どういう人かなって思った時に迷ってしまった。この人本当にこういういい人なのかな、それとも裏があるのかなって。芸能界ってやっぱりなんていうかキャラクターっていうのを作ってるので、はい、そうでないような人がね、テレビでね見てるイメージとは全く違う方多いですからね。そうなんですよね。はい、それで迷ってしまったりする時に後ろについてるもの何かなって見ちゃうこともあるんですけども、で出演してる時に見ちゃうこともあるんですね。で2列に並んである有名な番組で2列に並んでトークをみんながするという番組で、ひな壇でね。はい、そうです。である有名な大物歌手がいらっしゃって、その後ろだったんですよ。男性女性どちら？男性です。男性大物歌手。で、はい、割とクリーンなイメージで皆さんにもうすごく好かれてるっていう方なんですけども、私すぐ後ろだったので邪魔なものがいっぱいいたんですよ。水子が3水子いたんですよ。はあ。水子って男性にもつくんですね。はい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 。女性だけじゃないんですね。それですごくクリーンなイメージで歌ってらっしゃるのに、この水子ってのは先祖代々からの水子がついてる場合もあるんですけど、明らかに生きてる間にこの方が生きてる間に水子さんに、亡くなってるなと、そういうクリーンなイメージの人で3人もいたのでびっくりいたしました。その方って今も活躍中の方ですか？今はもう、はい、活躍しておられません。はい、でもそれもちろんね見えたからといってお伝えするわけにもいかないですよね。余計なお世話って言われちゃいますからね。あとは多分ご本人からしたら心当たりがあるから、はい、触れられたくないし、そうですね、でそんなこと言われたら多分余計逆上しちゃうかもしれないですよね。そうなんです。でご結婚されてるし。そうなるとやっぱり人に会った時に、はい、その人の隠している部分とかっていうのもやっぱり知ってしまう、良くも悪くもってことがやっぱあるわけですね。ある当時すごいもう人気の番組がありまして、で有名なご相談を受けたりするような立場の方が中心になってらっしゃって、そこにたくさんの芸能人の方たちが出てって相談したりとかトークしたりとか、そういう番組があったんですけども、この人はどうかなと思ってたんですね。その相談受けてる人ですよね。人です。女性ですね。なんかちょっと分かっちゃいましたけど、はい。でそのどうかなと思ったんですけども、それで話をが始まったんですけども、まずはその番組が始まる前にメイク室でみんながその人の悪口を言ってたんですよ。ほうほうほう。はい。で悪口言ってたので、それで、そうだなと思ってて、でスタジオに入ってその人が登場した途端に悪口言ってた人が「まあ素晴らしいですね」って言い出したことにまずびっくりしてたんですけども、それが向かい側に座られて、もっとびっくりしたのは女郎狐とその人と同じぐらいの大きさの女郎狐と出たんですね。だから狐の悪い方の例ですね。女郎狐で、女郎って言ってるからランクが下なんだと思います。それから大きな蛇がとぐろを巻いていて、そして
大きなその方と同じぐらいのタヌキが立ってたんですよ。はもう怖くなっちゃって、うんいやまだ力が弱い頃ですのあ、で、まだ修行されてない頃というか。修行はしてるんですけど今ほど能力が使えない時なので、もう怖くなっちゃって、私はもうびっくりしてもう喋れなくなってしまったんですよね。でもはっきりとそれだけレベルが低くって、タヌキが悪いわけじゃないんですよ。霊的にその低い悪者のタヌキで、蛇も悪者の魔の蛇なんですけど、徳の前でこうやっていて、こうやってやってて、もう怖くて喋れなくなってしまって。まあこれ例えばですけどね、はい、政治の世界とか芸能界でもやっぱりガマガエルとかいうのにもいますね。やっぱなんかそうなんですか、その大御所と言われる方とか、はいはい、あともう会ったらもうなんかこっちがこう威圧感でなんかこう萎縮しちゃうみたいな人とかいるじゃないですか。はいはい、あとは裏で何してても関係なくもうね、表ではもうっていうような、ある意味こう面の皮が厚い人たち、でなんかそういう化け物とかやっぱたくさんつけてる方多いんじゃないですか。やっぱりつけてるんですよ。気持ち悪いんですよすごく。それである事件を起こして出所された、有名な方がいらっしゃって、でその人を取材したこともあったので、その人と会った時になんかまたなんかいろいろいいこと言ってるので、本当かな、この人どうなんだろうなと思ってみたら、大きなこんな3倍ぐらいあるカメレオンが。カメレオンってのはどういうことなんですか？なんかヘビとかね、はい、キツネはなんかイメージつくんですけど、カメレオンはどういう象徴？爬虫類ですね。はあ。でカメレオンだと思ったんですが、でも爬虫類ですね。その魔の爬虫類ですから、生き物の爬虫類とは全然違いますから、誤解してほしくないんですけども、魔の方ですから。あとなんかカメレオンって言うとやっぱりこうね、はい、自由自在にこう色を変えるなんていうイメージがあるので、もしかしたら本当にこうその場で嘘ばっかりついてみたいな、嘘ばっかり、やっぱり罪名がそっちの方だったので。じゃあ象徴的な動物が見えてきたりすることがあるんですね。やっぱりちょっと信用できないなと思いました、ね。ただ一方で、なんかそういう芸能界ってある意味馬鹿し合いとかね、政治の世界も永田町はなんて話聞くじゃないですか。ってなると意外とこう活躍する人ってそういうのつけてる人が多いとかっていうのもあるんですかね。多いですよね。結構ねいらっしゃいますよね。魔の蛇は本当に多くて。多いんですか？はい。レギュラーなんかやってる時に隣の人がそうだったんですよ。だからもうすぐ蛇が近づいてくるので、もう魔の蛇ですよ。ちょっとごめんなさい、そうなるとね、蛇と相性がいい人もいたりするわけですか？なんかここのなんかよくあるじゃないですか、相性とかね。魔同士でも魔同士はいいでしょうね。でもそういう人たちに限って私たちは正義感があるからとか文句言ってると嘘ばっかりとか。もうねCM の最中にもうガンガンいやらしいこと言っといて、で始まるとニコッとしてるとか。でも芸能人そういう人多いですよね。はい、でその蛇がもう直進してきてる、うわーってこうやって思わず避けたりするんですけど。それは自分自身ももう食われかかってるってことですよね。でも気がつかないし、それで伸びる人もいますからね。ですよね。はい、そういう方たちの末路ってどうなっちゃうんですか？やっぱり良くないでしょ普通は。逆に多分ね今のって悪い方だから言いづらいと思うんですけど、この人はすごくいいのがついてたっていう今まで知り合った中での有名人の方っていらっしゃいます？観音様がついてらっしゃるとか、私は後ろについてらっしゃる方が見えるので、観音様とか神様とか、例えばキックさん。キック、はい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 。キックさん、YouTube で対談した時に、最初に対談した時にワニが見えてたんです。ワニ、はい。で、これワニってのはコンピラさんなんですよ。神様。一瞬ね爬虫類の方でね、あれと思ったんですけど、コンピラさん。はい、神様の方だったので、ちゃんと見えてたので、その気持ち悪い見え方のワニと違うんですね。全然魔のワニと違って。でワニがついてますっていう話になって、キックさん驚いてらっしゃったんですけども、でも実はコンピラさんなんですよ。海の神様。じゃあもうかなりキックはやっぱりいいわけですね。いいです。それとご自分でなんか他の神様信心されてちゃんとやってて、怠けた時に
ガンときたそうですけども。ただ本当にキックってやってることがね、なんか面白おかしかったりとか、サービス精神が旺盛だったりするから誤解もされやすいんですけど、やっぱりすごく純粋でピュアで、もうそこに好きっていうものに対してのね、パワーがすごいなっていう後輩で、で僕のなんか占いの一応師匠の原宿の母も、キックに会った時に「あんたすごいいい顔してるね」って言って、なんか僕なんか全然褒められもしなかったぐらいもキックのことを大絶賛してた時があって、キックってすごいんだななんて思ったことあったんですけど、家田さんの話聞いてよりなんか、やっぱそうなんだなって思っちゃいましたね。そうなんですよ。よくタモリさんとか鶴瓶さんとかでなんかすごくなんかいいのがついてるとかって話も聞くんですが、鶴瓶さん大黒様がついてる。七福神、なかなかないですか、そういうことはやっぱり。私は例えば行をやったりして滝行をやったりしてこう見ててあげるといろんな方が出てきたりとか、この間の滝行の時に、行仲間が入っていた時は大きな大日如来様が現れて、茶色の大日如来様でどっかお参りしてるご縁があるはずだけども、そこちょっと探してって言ったり、その滝が普通に岩の間から出てくるんですが、竜の口から出てきてたので、すごいなあと。最近ね、家田翔子チャンネルの方でもいろんな怪談師の方たちともね、対談されてるじゃないですか。でそういう方たちと、家田さん的に、この方でもなんかすごいなんかいいのついてるなとか、雰囲気がいいなって思った方っています？ヤスーさんは話した話はすごくって、そこからはいっぱい来ましたけども、ご本人自体はおばあちゃまの力もあるのですごく綺麗でした。ヤスーさんまだ表出てないですけど、今後、未来のために、子どもたちのために、素晴らしい構想を練られてる。そうなんですか。でそれがもう本当に、あと少しで発表ってぐらいなんか素晴らしい活動にずっと今邁進されてるので、話聞いてなんかすごいなって思いました。すごく綺麗な方ですね。ただね、喋る内容でえげつないですよね。それは来ますけどね。なんかやっぱそうなんですね。面白いな。で例えば事件を起こした方で、言える人で言いますともう亡くなってらっしゃるので、朝原翔子さん。実際に会ったことあるんですか？会います。大石蔵之介さんに会ったりとか、東條英機さんに会ったりとか、そういうこともあるんですけども、それは魂というか実際にテレビで出てる時に、靖国問題の時にここにいて正座してすまんって言ってるんですが、みんなは先般のことを悪く言ってて。そうか、だから実際にというか、その魂とお会いしてるってことですよね。で朝原さんとも魂でお会いしたことがある。姿形もちゃんと足もありますし、で女優さんとやっぱりチャンネルで対談するってことになって、明日対談ってなった時にですね、もう朝原さん来てたんですよ、そこの事務所の対談場所に。でずっと隅っこの方に立ってて、三色団子が欲しいって、よく皆さん食べたいものをおっしゃるんですけども、三色団子ない時期だったんですよ。季節的にね。今はよくコンビニにも売ってますけども、それで三色団子とお茶で、これはやっぱりご用意した方がいいと思いまして、それで、事務所の皆さんが一生懸命探してくださって、でお供えしたんですけども、翌日女優さんが来られて、ずっと向かいの方でですね、おとなしく見てたんですけども、表情は無表情のような表情で見てたんですけども、それを言うと女優さんびっくりしちゃうから言わなかったんですね。でそれで、ちょっと経ってから女優さんからトークショーのお誘いがあって、でその時に新宿のロフトで会ったんですけども、もうまた朝原さん来るってこと分かってたので、
一緒に行ってくださったマネージャーとかスタッフの人に向かって私から見て左側の一番角の席だけは座っちゃダメだよって言ったんですよ。これ朝原さん来るからって。はあ面白い。ごめんなさい。はい。それで絶対座っちゃダメだよって言ったのにトークショー始まって見たら、マネージャーがそこに座ってマネージャーさん座っちゃったんですね。お客さんじゃなくって。はい、マネージャー座っちゃったんですよ。はい。ここにいるマネージャーが。あ、家田さんのマネージャーさんが。はい、そうです。何やってんすか。それはマネージャーさんは知らなかったんですか。言ったんですよ。言ってたのに。そこしか空いてなかったんですって。そこでもね、そこしかっていうか、それはだから朝原さんのために開けてたんだからってことで開けてたのに、そこしか空いてないって言って座っちゃったんですか。はい、なかなかうっかり屋さんっすね。それでもう朝原さんをつけてくるんじゃなくて、朝原さんに集まってるものがついてきちゃうからちょっと大変ですよね。でマネージャーさん自身は大丈夫だったんですか。だって俺が座る席にお前なんで座ってんだってなっちゃうじゃないですか。でも言葉喋れないから朝原さんは、ね、大丈夫なんですけど、でもいっぱいつけてきちゃうから私が迷惑ですよね。それいただくことになるから。いやすごいですね。マネージャーさんは仕事だけじゃなくって例も取ってくるっていうね。本当にそういう営業活動もされてるんですかね。でもだんだんこう目覚めていって頭が痛くなったりとかいろんなことが起こるようになったんです。マネージャーさんも、はい、飯田さんと一緒にやっぱいることによって、はいはい、まあじゃあこれはもうお互いになんかどっちもどっちみたいな、はい、いやいろんなご苦労あると思いますよ。やっぱり飯田さんのマネージャーだとね。はい。いややっぱちょっと面白い話ずっと聞きたくなっちゃうんですけど、はい、今日ね、やっぱりすごいなと思ったのが。一見こう親切そうに見えても、はい、やっぱりそういったものをつけてる人っているわけじゃないですか。はい、でこれ別に芸能界に限らず、皆さんの生活してる場所にもいるわけじゃないですか。はい、でやっぱそういう人って多分パワー吸い取ってったりとか、一緒にいることで自分の運気が下がったりとかってあるわけですよね。って時にこういう人はさっきの鶴瓶さんじゃないけども、いいものをつけてるから一緒にいてもいいけど、こういう人はもうどんどん持ってかれるから良くないっていうのって僕ら見えないんですけど、なんかこう見えないながらもなんかこう目安というか、なんか僕らこういうのを知っといてこういう人は気をつけましょうっていうのってなんか教えていただけたら嬉しいんですけど。あくまでも定番ではなくて、参考までに作ってもらいたいんです。全ての人に当てはまるわけじゃないですから。家田さん式ですよね。はい、そうです。家田式です。お会いして疲れたらまずエネルギーを持っていかれてる。それからいろんなものをもらってるっていうことになりますので。あの人に会うと疲れるんだよねなんかってもう帰り道ぐったりしてしまうとか、家に帰るまでにどっかでお茶でもしないともう体持たないとかそういう状態になったらやっぱりその方はあんまり良くないと思います。例えば会う前日に、なんかあの人会いたくないんだよなってあるじゃないですか。でも会ったら意外と楽しかったってパターンもあるじゃないですか。それはいいと思います。ですよね。だから、なんか嫌だなっていうことよりも実際に会ってみての自分の感覚ってことですね。でもその前に電話とかメールとかでうわーっと来ちゃう場合もありますので、でもそれはまあ見えない方には分かんないと思うので、それはちょっと先回りして霊が来ちゃう時があるのでこれは嫌だなとか思うこともあるんですけど、まずはお会いして疲れたらもうこれは。会うたびに1回は体調のせいもあるかもしれませんから会うたびにあの人なんか疲れちゃうんだよなっていう時はちょっと要注意かもしれません。なるほどね。やっぱり自分をね守らないと、あれどうですか目とかのなんか感じとかで、こういうなんか目になってる人はなんか今ちょっと疲れてるかもみたいなのとかってなったりしないですか？私の夫は目についたねってすぐ分かるみたいなんですけどもなんでこれ言ったかっていうと、僕も手相をね、見ることがあるんですけど、その時に割とこううまくいって明るい方じゃなくって、その後手相にすごい依存しちゃう人っているんですよ。で距離感がうまくつかめなくなって、割とその後面倒くさくなっちゃう、自分自身も辛くなっちゃう、その方を一回見たことによってって方って、ちょっとね目が違うんですよね。でこの目の違いって何かっていうと、すごく抽象的に言うとまず光がちょっとない感じ、ちょっとドーンとこう、これもう本当になんかもう感覚なんですけど、でもこれって僕のマネージャーも結構ずっと長くいてくれる方なんで、男性の人わかるんですけど、
あ、島田さんあの方あの目でしたねって言うとあだよねっていうぐらいお互いにはもうすごく共有できてる感覚なんですけど、はい、いや私も目とかで見てるような気がします。時々ですね、駅とかで握手してくださいって言われてどうしてもできない人いるんですよ。うん、いやわかるわ。それ目見てますね私ね、確か僕一回もう本当にこれこそ10年以上前ですけど、はい深夜ラジオやってたんですよ。はい、ただ終わった後に出待ちで、はい多分浪人生はいですっていう、10代、20歳ぐらいの男性が立ってて、はいで明らかにちょっとこう疲れた感じの男の子だったんですよね。で「ああ島田さんだ」って言って「ファンなんですよ、はい、よかったら手相とか見てもらえません?」とか言われて、僕ちょっと受験で苦労しててなんて言われたんで「ああこうだねこうだね、頑張ってよ」なんて言って、はい手相を見るっていうかもう励ます感じで、はいたら「ああなんか元気出ました、じゃあ最後すいません握手してもらえませんか?」って言われたんで「はい、ああ分かった分かった頑張ってね」って言って握手したんですけど、はいマジではいその時、はいじゃあ僕そのね男性やりますね、はい、じゃあお願いしますって手握って握手した時に急に「うーってやられたんですよ。もう明らかになんかすごいのなんかこっちになんか私もなんかそういうようなことやられたことあります。でその日のまんま仕事来たんですけど、ホリプロに止めてた買ったばかりの車が故障したっていうね。関係あるか分かりませんけど、でもあの時明らかに何か良くないものをここになんかそうですね、いただいちゃいましたね。で聞いたら警備員さんに後々ね、そのラジオ局のはい「でもあれ、島田さんのファンっていうかよくいますけどね」っつって、で毎回誰のファンってわけでもないかもしれないけど、出てきたタレントを見つけては握手してく男の子なんですよって言ってたんで、なんかわかんないですけどね、そのちょっとこうねラジオなんか出てるからちょっと華やかに見える人たちに対して、もうっていうことをもうテロ的にやってる感じの方なのかなとか思っちゃいましたけど。すごい昔の話なんですけど、なんか感染系の病気を持ってる人らしいんですけども、握手してくださいって言って握手をまだ霊能力が低い頃ですから握手して、でその後手紙が事務所に来まして、自分は何とかっていう病気に感染してあなたは私に触れましたねっつって言って、これもう感染してますとかなんかそんな嫌がらせというか何もなかったんですけど、でもそういう手紙も来たことあります。でもやっぱりこうね、なんかその当たり屋じゃないけども、なんかこうってバーンってこう接触することでね、自分の良くないものを相手にこうなすりつけることができるって話を聞いて、でなんかもう無造作にこうあいつって決めてガーンってただねぶつかってくる人もやっぱいるから気をつけないとって話も聞いたことがありますよね。パワーくださいって高野山に駐在してると皆さんおっしゃってて、本当にパワー持っていくんですよ。私カラッカラになっちゃう。だからアイドルの方とかね、握手会とかね、で握手してるだけで皆さんと楽しくお話ししてるんだけど、やっぱ皆さん終わった後結構ぐったりされるとか、やっぱりそうですよね、エネルギー持ってかれちゃうから。触れ合うってことは何かそういうね、いいこともあれば逆もあるかもしれないですよね。